天馬川は比較的短期間でということなわけですが、今回は向こう5年で10倍といったところをイメージしていきましょう。ここからは直近の個別株でどのような事例があったかを見ていきます。米国株ではこんなものがありました。NVIDIA ってもっと爆上げしていたイメージありますが、直近5年で見ると13倍ほどなんですよね。いずれにしてもこれを握りしめ続けてきた方々は本当にすごいと思います。他にはデータ分析プラットフォームを手掛けるパランティアが19倍、ビットコイントレジャリー企業の代名詞的存在であるストラテジーで21倍となっています。ごきげんよう、ペーパーです。今日のテーマはこちら。目指せ5年後の一攫千金。お楽しみ枠の商品どれが良い？一攫千金という言葉があります。一度に千金、つまり大金をつかみ取ること。労せず、いっぺんに大きな富を自分のものにすることを指しており、投資家なら誰もが一度は憧れるのではないでしょうか。非常に力のある言葉です。一方で、資産形成というのは自身の目的のため、お金をじっくり育てていくことが重要。それは階段を一段一段丁寧に登るようでもあり、マラソンをマイペースに走るようなものでもある。僕はかねてからコツコツ淡々中長期という標語を掲げていましたが、まさにそういうこと。一撃ドカンを目指すものではないわけです。しかし僕も根はギャンブラー。2004年に始めた株式投資も、当初は報道で話題に上がった銘柄のデイトレードでしたし、100万円ほどの損失を出して撤退した後、2017年に復帰後は海外のハイパーグロース株ばかりに手を出していました。株式投資に限りません。2000年に社会人の第一歩を踏み出した際も、当時は海のものとも山のものともつかぬベンチャー企業に全力で飛び込みましたし、貯金がすっからかんになるような Mac 購入など、ボールに当たらなければフルスイングして腰を壊すようなことばっかりやってたなぁと思い返すわけです。ですので、2021年6月に個別株をすべてやめて資金をオルカン全世界株式に全集中させることを決めた際も、判断自体は間違っていないと思いながらも、いわゆる一攫千金への道を手放したことへの後ろ髪の引かれ方が尋常じゃなかったことは言うまでもありません。さて、投資の世界にはコア・サテライト戦略と言われる考え方があります。運用資産をコアとサテライトに分け、コアは守りの資産として長期的に安定して運用できる商品を保有し、サテライトは攻めの資産としてコアよりもハイリスク・ハイリターンの商品を保有する投資方法です。例えば、コアとして保有される定番の株式商品は、こうしたインデックスへの投資です。MSCI 薬位などの全世界株式インデックス、MSCI 国債などの先進国株式インデックス、S&P500 などの米国株式インデックス。長期、分散、低コストという基本を抑えながら、A、コアに何を据えるか、B、サテライトに何を据えるか。資産運用においては、ここの設計が非常に重要になるわけです。そんなこともあり、僕はコアにオルカンを据えたわけですが、この物足りなさを補うため、2021年9月に暗号資産 1BTC、1イーサをサテライトとして購入しました。マイルドなお味のメインディッシュであるオルカンに、タバスコのような刺激がある BTC を組み入れたという言い方がわかりやすいでしょうか。ただし、念のためにお伝えをしておくと、オルカンが退屈で刺激のない商品のように聞こえるかもしれませんが、実はそんなこともありません。一般的にリスクとリターンは表裏一体の関係にあります。
リスクが大きいものほどリターンも大きい。リスクが小さいものほどリターンも小さい。図では主にアセットクラスごとのざっくりした紹介となっていますが、このようにそもそも株式 100% で臨んでいる時点でかなり攻めた投資をしているわけです。株式と一言で言ってもその種類は多岐に分かれます。先に紹介をしたようにゴリゴリのハイパーグロース個別株なのか、ナスダック100指数に対して投資成績が2倍になることを目指すレバナスなのか、世界47の国地域2530社に投資しているオルカンなのかで、そのリスクは大きく変わりますし、リターンを狙いつつもいざという時のために値動きはマイルドにしておく株式と債券をミックスしたような ETF、投資信託も存在します。以前に取り上げたこちらの回、年代別の投資信託これ1本、もしもペーパが〇〇歳だったら何を買うでは、20歳から70歳までの全6パターンで、仮に1から投資を行う場合、たった1本の投資信託を選ぶなら何にするかの考え方を述べたことがあります。年齢が高くなるにつれてリスクを大きく取れなくなるため、株式の組入れ比率をだんだん下げていく商品選びになっていくわけです。つまりは、投じている先がいくらインデックスとはいえ、株式だけというのはそれなりに攻めていることになります。ペーパももうじき50代に入っていきます。早期退職もしているので労働収入もありません。そんな中で株式プラス暗号資産という極めて攻めたアセットアロケーションで今後も行くかどうかですが、基本的には現金比率の調整に気を配るだけで、保有商品をあれこれいじることはしないと思います。そのために個別株をやめてシンプルにしたということもありますしね。ただし、ギャンブラー精神は全く消えたわけじゃありません。加齢とともに貪欲な投資姿勢からはトーンダウンしていたものの、サテライトは一つじゃなくてもいいわけです。保有してしばらく寝かしておくと、とんでもない成長を遂げるような商品を追加で買わないこともありません。少額の味変みたいなもんです。今回はそんな一攫千金を期待できるお楽しみサテライトとして、株式以外も含めどんな商品がありえそうなのかを考えてみたいと思います。どっしりと腰を据えたコア商品であるオルカンの塊があり、そして生活資金も別である。その上でのお楽しみ枠。ここを間違えてしまうと生活に支障が出ますのでお気をつけください。そんなことを前提に、今回はまるっとエンタメだと思って見ていただければ幸いです。ぜひ最後までお付き合いください。谷中中学校。一攫千金が期待できる商品は何か。まず、この一攫千金というざっくりした表現、どのぐらいの期間でどの程度の成長を指すのか、もう少し整理していきましょう。投資の世界には10バガーという言葉があります。これは株価が購入価格の10倍以上に急騰した銘柄を指す言葉で、アメリカの投資家ピーター・リンチ氏が提唱して広まりました。野球用語のバガー、塁打にちなみ、10塁打を記録するほどの勢いで株価が急上昇するイメージを表しています。投資家にとって個別株における勲章のようなもんですよね。10バガーは比較的短期間でということなわけですが、今回は向こう5年で10倍といったところをイメージしていきましょう。ここからは直近の個別株でどのような事例があったかを見ていきます。米国株ではこんなものがありました。NVIDIA ってもっと爆上げしていたイメージありますが、直近5年で見ると13倍ほどなんですよね。いずれにしてもこれを握りしめ続けてきた方々は本当にすごいと思います。他にはデータ分析プラットフォームを手掛けるパランティアが19倍、ビットコイントレジャリー企業の代名詞的存在であるストラテジーで21倍となっています。なお、報道でよく耳にしてきたようなグロース銘柄ではどうでしょうか。
テスラは同期間で3倍。ロビンフッドは上場した2021年7月から現在までで 3.5 倍。コインベースに至っては上場した2021年4月から現在までで 0.91 倍と低迷しており、世間の注目を集めた企業でもテンバガーというのは難しいんだなと思うわけです。先ほどストラテジーを取り上げましたが、日本におけるビットコイントレジャリー企業の代表格であるメタプラネット。一時テンバガーをはるかに超えていましたが、このところ株価が右肩下がり。5年前比で 7.5 倍です。これでもすごいとは思いますが、今後どうなるかはわかりません。このようになかなか一攫千金というのは難しいなと思います。ちなみに株ではありませんけれども、代表的な暗号資産であるビットコインそのものはどうかというと、ちょうどテンバガーでした。こういうのって切り取り方次第ですから、底値で拾って高値で売れれば、もっと短い期間でより高い伸びの銘柄は存在するんでしょうけども、銘柄選びに加えてタイミング選択も必要となると、相当なテクニックも必要で、ちょっと夢を買うのとは違ってきますよね。爆発的な成長をした上で、さらに持続的な成長をしていくようなものが本来最も良いわけです。IPO を狙うとか、中小型株を物色するとかは確かに近道な気もしますが、ぼんやり生きてきたペーパ自身の投資スタイルとは少し合わないかなと思います。谷中中学校。前置きはこのぐらいにしまして、ここからは具体的にどんなものがサテライトお楽しみ枠として面白そうかを見ていきましょう。1、グロース個別株。まずはここから。参考までにペーパが2021年までやっていた海外個別株での投資ポリシーはこのようなものでした。e コマース、SNS、金融、ゲーム、広告のうち3つ以上を事業の柱として持つテック銘柄から選定。自分自身が IT 企業勤務を長くしていたため、事業内容やその成長性を認識しやすいからということで、自分なりの決め事を設けていました。これら分野で顧客基盤を持っている、もしくは持ち始めている企業は安定したキャッシュインがありますから、それがうまく投資に回っていけば大化けするかもしれない。そんな期待が持てるわけです。いずれにしても、グロース個別株は、もしかすると近い将来爆上げするかもという夢が最も転がっている分野と考えることができるものの、そんな原石を見つけるのは至難の業。大海原で財宝を探すようなものです。近年では AI、再生可能エネルギー、半導体、バイオテクノロジーといった分野で、そんな財宝が眠る可能性があるかもしれませんね。ということで、グロース個別株、成長企業の選定次第で3から5倍は目指せるかでした。谷中中学校。2、暗号資産。暗号資産は人類史上最も急成長を遂げたアセットクラスと言っていいでしょう。コロナ禍を乗り越えるため、主要な中央銀行がすってすりまくった法定通貨の受け皿になったことも、その後押しをしたかもしれません。暗号資産には数千から数万種類のコインが存在すると考えられており、その価値を示す尺度が株式のように存在しないため、一攫千金スーパーお宝コインを見つけるのは至難の業です。基本的には、そのコインが何を目指すのかを示したホワイトペーパーを読み込んでいくことになりますが、ここに書かれた内容も、ある意味で創設者のポエムみたいなもんですから、話半分で受け止めるのがいいんでしょう。ペーパー自身も2017年末の暗号資産ブームに全力で乗っかり、10程度の草コインを握りしめたまま、年明けの暴落で300万円以上を毀損しています。大きな夢を追いかけるのには、大きな怪我も伴うわけです。あまたある暗号資産に資金を投じる場合、ビットコインとそれ以外でまず区分して考える必要があるでしょう。ビットコインは米国で2024年から現物 ETF が流通しており、
多くの機関投資家が参入するきっかけを作りました。各国政府が戦略備蓄として米ドルの代わりにゴールドと合わせてビットコイン購入をしているなんて話もあります。近年デジタルゴールドなんて言われ方もしますが、いよいよ市民権を得た感もありますから、暗号資産にかけるのであれば、まずはビットコインを選ぶというのが王道な考え方です。これが今後5年でどの程度伸長するのかについては、本当にいろんな見方があります。暗号資産業界に近い人は強気だし、そうじゃない場合は弱気も多いし、本当にこの分野の予想は入り乱れすぎていて、ほとんど参考にはなりません。参考にはならないんですけれども、今から5年後、2030年9月末あたりで想定され得るレンジを、アナリストや著名人、機関投資家などからのコメントをもとに、チャット GPT でざっくりまとめさせるとこのようになります。BTC 価格の見込みレンジ、2030年9月末付近。伸長シナリオ、15万ドル前後。ビットコインの購入拡大に思ったほど弾みがつかず、規制強化や競合技術の台頭によって上昇が抑制されるケース。成長はするが10倍以上の伸びは難しい可能性。中庸シナリオ、30から80万ドル前後。多くの予想がこのレンジを中心に上げており、購入対象の拡大、法整備の進展がバランスよく進んだケース。数倍から10倍未満の上昇幅も視野に入る。強気シナリオ、100から150万ドル以上。ビットコインが広く価値保存手段、準備資産として定着し、国や法人が大規模に保有するようなフェーズに入るケース。リスクも高いがリターンの可能性もかなり大きい。現在は10万ドルを超えたあたりで足踏みしている感じですから、まあ、ボトムで見たとしてもやや上昇する感じにはなりますし、今からの天馬川も可能性はゼロではないわけです。エヴァ自身もこの爆発力を楽しむために 1BTC を握りしめているわけですが、以前もこちらの回、10年後のビットコインは全損か10億円かで取り上げた通り、全損か爆上げの未来を受け止めた上で握りしめています。国内ではまだ税制が整っていませんし、何せ歴史の浅いアセットでもありますから、今後どう転ぶかは正直よくわかりません。配当もないですし、より高値で欲しいと思う人がいなくなったら終わりの世界でもあります。よくわからんものに投資すべきではないという言葉もあります。まあでも、他人と同じことやってても頭一つ抜けていきませんからね。ビットコイン以外の暗号資産ですが、これは時価総額上位コインとそれ以外のコインとに分けられます。前者はイーサリアムやリップル、ソラナ、同時コインなのです。後者はもう星の数ほど存在しますから、それが急成長すれば、グロース株式やビットコインなどとは比べ物にならないほどの爆発力があるでしょうけれども、それを探し当てるのは広大な宇宙の中で財宝を探すぐらい難しいでしょう。ということで暗号資産、全損もあり得るが10倍以上のリターンも十分狙えるでした。柔らか中学校。3、レトロゲーム。今現在販売されているゲームソフトやハードを5年間寝かせても、とても元値から10倍なんてことはないでしょう。まあ、スイッチ2の転売が社会問題になってるぐらいですから、そもそもそういう行為もお勧めできないわけですが、ここでいうレトロゲームというのは、1990年前後に発売されていた商品を指します。ペーパーは7、8年前までレトロゲームのカセット集めに奔走していたことがあったんですよね。主にファミコン、ゲームボーイ、スーパーファミコンという3種の神器向けに提供されていたカセットです。なぜそんなことをしていたのかというと、自分の老後にたっぷり遊ぶためです。昨年末にファイヤーしたんで、もうたっぷり遊ぶ時間が訪れてるとも言えますけれども、カセット探しも数が増えてくると、自分が何持ってるのかわからなくなってくるんで、表計算ソフトにタイトルリストをまとめて、
それを確認しながら地元周辺のブックオフなどを巡る旅をしていました。世の中にはこれらのソフトをコンプリートしているような猛者もいらっしゃいますが、僕の集め方は自分がプレイしたいものプラス裸でも良いので備品です。この裸というのは箱や説明書がない状態のことですね。レトロゲーム探しの面白さは同じタイトルでもシールが剥がれているか否か、落書きがされているか否か、色焼けしているか否かなど状態の良し悪しに違いが出てくるところ、また物によっては前期版、中期版、後期版のように出荷時期によるロム違いなどもあり、これら要素はもちろん価格にも差が出ます。数万円といったようなプレミアがついているソフトは大抵のお店でガラスケースに収められているわけですが、稀にワゴンで粗雑に販売されているものの中に比較的希少なタイトルが紛れていたりするんですよね。田舎のお店ほどそんなことがあります。それを発見した時のドーパミンの出方はもう半端ないです。インバウンドという言葉をよく聞くようになり久しいですが、レトロゲームにとってもこれは無視できないんですよね。それは海外の旅行客が秋葉原などで日本のレトロゲームを購入して持ち帰っていくからです。当たり前ですが、30年以上前に販売されていた商品には数に限りがあります。それがどんどん海外に流出しているわけです。需給の関係でいけば数が減っているわけですから、それに応じて価格も上がっていきます。僕が集めていた7、8年前と比べても全体的に価格は底上げされていると思います。参考までにプレミア買取価格がついているカセットはこんな感じです。高価買取カセット。ドラゴンクエストファミコン版18,000円。ロックマンのファミコン版75,000円。美少女戦士セーラームーンスーパーズスーパーファミコン版18,000円。ザードの伝説ゲームボーイ版3万円。ファイアーエンブレムトラキア776デラックスパックスーパーファミコン版65,000円。これは開封済みの備品価格ですから、未開封だとさらに買取金額は高くなります。ものによってはテンバガーな商品もありますが、30年ぐらいかけての10倍だとあまり夢がない気もします。ここでレトロゲームの価値の凄さを知っていただくため、過去にこんなオークション取引があったことをご紹介しましょう。限定未開封のNES 版スーパーマリオが66万ドルで落札。未開封品のNES 版ゼルダの伝説が87万ドルで落札。未開封品の任天堂64版スーパーマリオ64が156万ドルで落札。レトロゲームの場合はさすがに5年後に爆発するということは現実的ではありませんが、もっと長いスパンで考えていくととんでもない価値に化ける可能性があるわけです。なお、限定未開封品のスーパーマリオですが、これは持ち主がクリスマスプレゼント用として購入し、机の引き出しに入れたまま忘れていた商品だそうです。だから状態が良いままで保存されていたんですよね。備品で残っていたのはたまたま。本来ゲームはプレイして楽しむために購入するわけですから、欲深い人にはこんな幸運巡ってこないのかもしれません。ということで、レトロゲーム。短期間での爆発力は薄いが、長期間寝かせれば大化けの可能性もでした。谷中中学校。4、ゴールド。一応、これも取り上げておきましょうか。2024年に入って以降、かなりのペースで価格を上げているゴールド。こちらもビットコイン同様にいろんな予測が立てられていますんで、話半分で聞いてもらえればと思います。チャット GPT に複数のアナリストコメントなどを参考にしつつ、慎重、中庸、強気の3シナリオで1トロイオンスあたりの5年後想定レンジを組んでもらいました。ゴールド価格の見込みレンジ2030年9月末付近。慎重シナリオ2500から4000ドルあたり。金利上昇やドルの強さ、インフレ抑制などが重しになり、
上昇が抑えられる展開を想定。中央シナリオ、4000から6000ドルあたり。物価上昇圧力、地政学リスク、金の安全資産需要、中央銀行需要などが適度に作用すると想定。強気シナリオ、6000から8000ドル超も可能性あり。金融不安の激化や米ドル信任の揺らぎ、国家レベルでの金取得戦略などが強く働いた場合を想定。ここ数ヶ月はビットコインよりもゴールドの強気な見方が多い印象もありますよね。5000ドルという節目をより短いスパンで到達すると見ているような指揮者もいますから、確かに現在価格から下振れするよりは上振れする可能性の方がありそうな気もします。ただ、5年後に強気シナリオが実現しても 1.6 倍から2倍前後の伸びとなりますから、爆発力という点ではかなり控えめです。感覚が狂ってきてますが。どちらかというとゴールドはディフェンス力を高めていく位置づけの商品ですからね。上昇力は限定的ですが、一方で暗号資産と比べると現物資産ですし、実需もある。つまり無価値になるようなケースは一番考えにくいという点が最大の魅力でしょうか。投資原資に大きな余裕があって、手堅くいきたい場合にはかなり有力な選択肢になりそうですが、今回取り上げているような一攫千金のお楽しみ枠としての魅力は弱いですね。ということでゴールドは 1.6 から2倍の価格上昇が見込まれるでした。谷中中学校。5、宝くじ。もはやついでにという感じで取り上げるんですが、グロース個別株の大化けだったり、草コインの一本釣りをまるで宝くじを当てるかのようってな感じで比喩することもありますから、宝くじ自体はどうなんだということですよね。10倍どころか一夜で億万長者になれるかもという意味では、宝くじは究極のハイリスクハイリターン商品に思えます。しかし実際はその還元率がおよそ 45% 程度であり、つまり100円買えば55円が胴元の取り分になっていて、買い続ければ統計的には必ず損をする仕組みです。期待値の違いを整理しておきましょう。宝くじの場合、統計的にほぼ確実にマイナスで、買えば買うほど損をする仕組み。グロース株や草コイン、10倍、100倍の大化けも理論的にはあり得る一方、失敗すればゼロになる可能性も高い。ゴールドやビットコイン、需給やマクロ環境をもとにある程度の予想レンジを描け、ゼロになる可能性は低い。つまり、宝くじはギャンブルっぽい投資には到底ならず、ただのギャンブル。夢と期待値の違いを理解しているかどうかが資産運用と単なる社交行為を分ける境界線というわけです。そんなペーパーも宝くじ公式サイトでジャンボやロト7をがっつり買っていた時代ありましたけどもね。ということで宝くじ、同列に扱うべきではないでした。今回は目指せ5年後の一攫千金、お楽しみ枠の商品どれが良いをテーマに話を進めてきましたが、いかがだったでしょうか。1、グロース個別株。成長企業の選定で3から5倍は目指せるか。2、暗号資産。前損もあり得るが、10倍以上のリターンも十分狙える。3、レトロゲーム。短期間での爆発力は薄いが、長時間寝かせれば大化けの可能性も。4、ゴールド。1.6 から2倍の価格上昇が見込まれる。5、宝くじ。同列に扱うべきではない。タテライトで楽しむわけですから、報じるのは現金を含めた金融資産全体の1、2割といったところでしょうか。1000万円なら100万から200万。万が一ゼロになってもコア資産の成長や労働収入などでカバーできるという考え方ですね。そんなペーパーは金融資産に占める 1BTC、1イーサの割合が3割近くですから、無色の割に攻めすぎだなと思うわけですが、もしペーパーが今後お楽しみ枠をさらに設けるんであれば、優先順位としては、1位、暗号資産の草コイン。2位、グロース個別株。
3位、暗号資産の時価総額上位コイン。こんな感じかな。なお、レトロゲームについては、自身が遊ぶために保有しているんですが、結果的にそれらが長いスパンで見ていくと、価値として大化けするようなものが出てくるかもしれません。趣味と投資を兼ねる。なんて素晴らしいんでしょうか。他にも、ビックリマンシールとか、SD ガンダムのカード出すなど、幼少期アイテムには資産性の高いものがあったりしますから、大掃除の際は皆さんお気をつけください。今回は5年という期間で大化けする可能性がある商品をかなりざっくりと検証してきたわけですが、取り上げなかったもの、例えば高級腕時計、スニーカー、ワイン、ウイスキー、アートなどの世界でも購入してから数倍の価値になるものはありえそうですよね。このあたりを専門で取り組んでいる方もいらっしゃいますから、そういう点でいくと、レトロゲームを含めたコモディティというのは非常に奥深いなと思うわけです。そのうち、こうした現物を担保にした ETF とかが登場したりして、皆さんはサテライトのお楽しみ枠、どのような商品を保有していますか？個別株の方が多く占めるような気もしますが、ぜひどんな夢を抱いてそれらを手にしたのか、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。この柔らか中学校では、お金や仕事に関する話題を中心に、ファイヤー生活に突入したペーパーの日常を赤裸々にお届けしています。ぜひ、チャンネル登録、いいね、コメントをよろしくお願いいたします。また、サブチャンネル、ペーパーの独り言は、ペーパーが興味関心のある話題を取り上げて、好き放題喋り倒すラジオのようなライブ配信番組となっていますので、こちらもぜひチェックしてみてください。人生はノーコンティニュー、悔いのないようにやっていきましょう。今日のまとめです。あれこれ、夢を見ている時が一番楽しいということで、以上、ペーパーでした。では、ごきげんよう。